皆さんこんにちは、かっちゃんです。ワッフルということで、今日は最近私ワッフルを焼くのにハマっていて、この間インスタのストーリーにあげたらぜひレシピを教えてくださいっていうメッセージいただいたので、外側カリカリ中もちもちな豆腐米粉ワッフルを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ボウルに絹ごし豆腐 100g を加え、ホイッパーでペースト状になるまで混ぜます。豆腐がペースト状になったら、卵1個、水 50ml、砂糖大さじ2、サラダ油大さじ1を加え、卵を溶きほぐし混ぜ合わせます。卵を溶きほぐし混ぜ合わせたら、ベーキングパウダー小さじ1、米粉 140g。 今日米粉はパン用の米粉みずほ力を使っています。米粉はパン用、製菓用どちらでも美味しく作れますが、米粉の種類によって多少水の量が変わってくるので、その点だけ注意して作ってください。米粉をボウルに入れて混ぜ合わせます。ホットケーキを焼くときよりちょっとね、もたっとした感じ。すくったときに少し角立つ程度くらいのゆるさに米粉や水の量を調節してください。ちょっと映像で見てもらうとゆるさがわかると思うので、こんな感じのゆるさになります。材料を合わせたら、ワッフルメーカーに油を引きます。米粉を使っている分くっつきやすいので、油をしっかり塗っておいてください。はい。では油を塗ったら、合わせた材料を山盛り大さじ1杯ほどワッフルメーカーに流し入れます。ではあとはこのまま蓋をして3分から5分ほど焼きます。はい。では今3分ほど焼いて、最初はすごい蒸気が上がってたと思うんですけど、焼き上がるとこの蒸気上がらなくなってくるので、このタイミングで開けてください。生焼けの状態で開けると真ん中で生地が割れちゃって、上側と下側がプレートにくっついて割れちゃうので、しっかりと焼けてから取り出すよう気をつけてください。これね、ワッフルメーカーあるあるで私もよく失敗するので気をつけて作ってください。では、いい感じに焼き色ついたら、箸を入れて取っていきます。こんな感じに焼き上がりました。米粉を使ってるので、多分音聞くとわかるんですけど、ほんと表面カリッカリに焼き上がります。ではもう一度油をワッフルメーカーにしっかりと引いて、同様の手順で残りの生地も焼きます。はい。では今、こんな感じに焼き上がりました。では焼き上がったら、もう焼きたてサクサクで美味しいので、できればもう焼いてすぐ食べてください。もし食べきれなかった場合は、1個ずつラップで包んで、冷蔵庫で保存して、食べる際にトースターで温め直すと焼きたてのような食感が味わえるので、トースターで焼いて温め直して食べてください。冷凍保存もできるので、冷凍保存の場合は少しレンジでチンしてからトースターで焼いてください。冷蔵で3日から5日、冷凍で1週間ほどを目安に食べきってください。はい。ではこんな感じで、サクサクもちもち豆腐米粉ワッフルの完成です。はい。じゃあ今こんな感じにできました。はい。では今回は
最近ハマってる外側カリカリ中もちもちな豆腐米粉ワッフルを作ってみました。それでは本日はホット豆乳で乾杯。乾杯。そういや、じゃあ早速いただきましょう。最近私自身がワッフルを焼くのにすごくハマっていて、よく焼いて冷蔵庫とかに作り置きをしておくんですけど、米粉と豆腐で体にも優しく、かつ外側カリカリもちもちな豆腐米粉ワッフルを作ってみました。じゃあまずプレーンの方からいただきます。結構甘さね控えめなので、お好みでメープルシロップとかジャムとかバターつけて食べてみてください。じゃあいただきます。ワッホー、サクサクもちもち。ワッフルでもイーストを使わずベーキングパウダーで作るアメリカンタイプのワッフルなので、あと材料を混ぜて食べたい時にもうすぐに焼けて簡単に美味しく作れます。で米粉と豆腐を合わせているので、多分今この噛んだ瞬間の音を聞いてもらえればわかると思うんですけど、外側はザクザクの食感です。でお豆腐と米粉で中はもちもちの食感です。ほんと外ザクザク、この中もちもちな食感が美味しいワッフルになってます。で米粉でグルテンフリーに体にも優しく、ワッフルなんですけど甘さは控えめの味にしてあります。ほんとあっさり食べたい方はそのままで食べていただいてもいいですし、ちょっとこう甘み欲しい方はジャムやメープルシロップをかけたりとか、お好みの味に調節して食べてみてください。じゃあこっちのね、焼いたベーコンとスクランブルエッグのせたんですけど、お食事系ワッフルもいただきます。これいけるか。じゃあいただきます。甘じょっぱいわ。でおやつとして甘くして食べてもいいですし、さっき言ったように甘さが控えめなので、ベーコンや卵、塩気のものと合わせて食べても美味しく食べれます。本当これ焼いたベーコンと卵を乗せるだけなんですけど、上に具材をトッピングしてもいいですし、ハンバーガーみたいにワッフルで具材をサンドして食べても美味しく食べれます。で今回の分量でだいたい6枚とか7枚とか作れるんですけど、作り置きしておいてもさっと食べれて便利なので、私は結構ねすぐ食べる時はこういう保存容器に入れておいて冷蔵保存したりとか、あとはちょっと時間経ち出したら1枚ずつラップで包んで、もう冷凍保存かけちゃって保存してます。冷凍の場合はあらかじめ少しレンジで加熱して解凍して、あとはトースターで焼けば本当に焼きたてのようなサクサク感が復活するので、作り置きしておいてトースターで温め直して朝ごはん食パンの代わりにも美味しく食べれます。ということで今日はサクサクもちもち豆腐米粉ワッフルを作ってみた動画でした。米粉と豆腐を合わせることで外側はサクサク、中はもちもちな食感に仕上がり、甘さが控えめなので塩気のものと合わせても美味しく食べれるようなワッフルレシピになってます。本当私自身が最近ワッフル焼くのにハマってるんですけど、作り置きしておいて食パンの代わりなんかにも美味しく食べられるようなレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイワッホー。これをつまみに飲みたい。